こんにちは、聖堂です。非常にユニークな特徴を持つ斜角。文字通り斜めに横切る線です。特徴は形だけではありません。他の点画にもある大きな影響を及ぼします。それは何なのか、リクエストいただいた木の字を使って解説します。まず木を書いてみます。最初に斜角そのものについて、中心か字によっては中心より左から右下へ、ためらうことなく一気に筆を走らせます。長さも半端ありません。上にも下にもはみ出しています。思い切りが求められます。ここで注目は斜角だけでなく、こんな風に斜角とクロスする横角がある場合、この横角は必ず右上がりにします。そうしないとバランスが取れません。斜角はこの方向へ強いベクトルを生み出します。それに対抗するには、普通より強めの右上がりでちょうど良いぐらいです。このあたりは以前の動画でも詳しく触れていますのでご参照ください。この木も横角がはっきり右上がりになっています。ここで前の動画では触れなかった重要ポイントをお伝えします。斜角はクロスする横角のみならず、文字全体にも右上がりを発生させます。それがまさに今日のメインテーマです。ご覧ください。この糸の頭が2つ並んだ部分、決して平行ではありません。明らかに右が高くなっています。同様にこの田、横角がすべて右上がりです。つまり文字全体で右上がりを演出しています。逆に言うと、それぐらい斜角の影響力は大きいということに他なりません。右上がりをやめるとこんな感じです。もちろん書き方は多様ですから、これが絶対ダメというものではありません。しかしこれだと斜角のパワーに負けて全体が右下に引き込まれていくような感じがしないでしょうか。斜角に対抗して右上がりにすることで全体にピリッとした締まりが生まれます。あとせっかくですので木のその他のポイントについても触れておきます。この字で一番難しいのは何といってもこの部分でしょう。おなじみの糸とは逆に下に絞っていきます。この折り返し方も独特。来た道を戻るように深く折り返します。そしてこれは大体で結構ですが、線が同じような角度で揃うと整った一体感が生まれます。実はこの下の部分もほぼ揃っています。角度については他も同様。横角が大体揃います。きちんといかなくても全く問題ありません。そうしようと心がけるだけでもだいぶ違います。あと、この横角の長さは、ここでは短めにして、その延長に最後の点を打っています。こうせずに横角をきちんと伸ばして、点をこの空間に打つのもありで、こちらの方が皆さんおなじみかもしれません。好みで結構です。ただこのパターンはちょっと窮屈かなと私は感じます。では木は以上として他の字も見てみましょう。
よく使う式。横角は当然として、ここがほぼ同じ角度で並びます。この下は跳ね上げますので、角度はさらに強めとなります。い。ここがすべて右上がりです。さらにここにも注目。下の部分が右上がりとなっています。見方によっては、ここから右上がりです。枠。同じ傾きで右上がりが連続します。この場合、心の下は揃えますが、この字にはもう一つ、隠れた右上がりがあります。どこでしょうか？はい、ここがやはり右上がりです。最後、線。この3本、当然右上がりです。左側の辺も右上がりですが、辺はもともと右上がりに書くケースが多いので、斜角の影響というわけではありません。ただ、細かな話をすると、辺の右上がりに比べ、作りの右上がりは穏やかになるパターンが一般的です。ここはリンクの動画もご参照ください。しかし、ここではこの通り、辺の右上がりに作りの右上がりが負けていません。ここはやはり斜角の影響が出ていると言えます。では古典も見てみましょう。この位置取り、明らかに右が高くなっています。右の字は他の右上がりも顕著です。左の字は思い切って短く切り上げた横角と離して書いた点が特徴的です。この字、斜角が気持ちよいほどに伸びやかです。なかなかここまでは書けません。右上がりの度合いは今日の説明からするととてもマイルドです。こうした書き方もあります。これらの字になるとだいぶ元気に右上がりです。特に右の字は勢いよく書きながらもピシリと揃っています。中央の字はここをあえて長く伸ばしています。応用順ならではの真似のできない感性です。最後、これは線です。書体が違って斜角がダブルで出てきます。よく見ると辺よりも作りの右上がりが強くなっています。今回は以上です。斜角に秘められた思わぬパワーを感じ取っていただけたでしょうか。ご紹介した多くの字に応用できる秘訣、今後の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。